サウナ整う。1番目がやらない、2番目が毎日サウナフランチャイズ新規でやるで 3番目見つかりました、でこの既存手を買って、毎日サウナにリブランドする出口はそれなんですね。毎日サウナ毎日サウナは結構儲かってますね多分、ちゃんと儲かるとサウナって儲かるんですか？これ僕の予想ですけど、多分一番儲かってるのってサウナ東京なんですけど、元取れたんじゃないですか。聞いたら、早めにもう回収できたので、言ってました。2年以内ぐらい。マジですか。だからあれ多分最低15億はかかってるんですよ。多分最低サウナ東京ぐらいガツンといけば儲かるんですよ。ただやっぱオールドルーキーサウナクラスだとやっぱりちょっと弱いんですよね。その規模的には。今4店舗。うちはまだタイミング的にギリギリだったっていうところで、最近オープンしたところで儲かってるっていうのは聞いたことないですね。現実的な話が良かったね。これは儲けっていう話だったそうです。多分岡間さんもそうは言っても今やったことに後悔はしてないはずなんですよ。してます？ひょっとして。そうですね。4店舗はいらなかったかもしれない。3だったらもっと楽だったんですよ、戦いが。でもなんか自分の城っていうか自分の店舗があるこの喜びみたいなものあるじゃないですか。自分のお客さんが来て、そういうものが感じられたらそれは商売してもいい可能性がある。それどういうところにあります？そういう。もう僕の中でその職業で一番すごいのは僕警察官とか消防士とか自衛隊の方とか、そうやって自分の命を張ってその国民を守るっていうのがすごいとずっと僕は思ってたんですよ。でその次がサウナかな。いやこれなわけないじゃんっていう話かもしれないですけど、もっと詳しく聞きたいですね。毎日メッセージいただくんですよ。ユーザーとか会員さんとか使っていただいた方から今日本当に会社で嫌なことあってもうどうしようかなって、明日会社に行こうかなって思うぐらいのことがあって、でそこでその店長の言葉、そのサウナに入ってそれでも悩んでた、それが悩みだっていうことを思い出して、今日は銀座店に行ってみました。でも銀座店が本当暑すぎてもう命の危険を感じて、もうその今日あったことすら全く思い出せない1時間があって、で最終的に気持ちよくて、出た時にはもう今日あったことなんてどうでもいいやと思えて、明日からまた頑張れそうですみたいな言葉を毎日いただくんですよ。いいな。それいいですよね。人生に寄り添う。そうなんですよ。俺が提供したサウナがこうやって人のちょっとお役に立てて、少なくとも人生の一日を幸せな気持ちになってもらえたんだなってこう思えるやっぱ仕事なんですよね。これってやっぱり普通の仕事してて体験できることじゃないと思うんですよ。やりがいをすごく。だからサウナってそういうものだと思うんですよ。人生の思い出に刻める仕事だと思うんですよね。いやいいな。でもいい話聞けましたよね。いい話だった。いやめちゃくちゃいいです。ある程度こう集客できるとするじゃないですか。例えば1泊どうでしょう、10万ぐらいだとして、稼働が仮に 30% だったとしても100万じゃないですか、売り上げ10日で。で、年間で言ったら1200万の売り上げが上がるじゃないですか。そうすると多分利回り 10% だとしても1億2000万で売れます。確かに計算めっちゃ早いです。早いですよ。俺やりたいなそれ。それ10個やったら10個9円です。確かに金の話になったんですよ。でも岡田さんいいのは儲けだけ気にするんだったらもうやらないっていうのが一番ですよね。エミさん今の気持ちどうなんですか？地方に傾いてる。傾いてますね。そんな簡単に傾く？そう、さっきさ大衆亭のことなんか東京でちょっと30分の話でさ、情報がないとしたらアップデートした。3年前それ。いや頑固だと確かにそれはそうだね。柔軟通だ。なるほどね。
でまだそこの市場って意外とあんまないんですよ、もちろん最近そういうエアビーで貸し出されるその別荘とかに、サウナって大体、ついてますよねっていう話なんですけど、もう弱いんですよ。もう3年前はサウナだったかもしれないですけど、今のサウナってやっぱり強さが必要じゃないですか、刺激が。そうなんですよ、強さが出ないんですよ。確かに家庭用のそのストーブに、でみんながロウリュでもう水ぶっかけるんで、もうその電熱線が5本ぐらいあるやつが3本ぐらい死んでるんですよ。ショートしてるんですよ。なんでどうしてもやっぱり何回も使ってると弱いんですよね。だからそこをある程度そこサウナにはお金かけて、その本格的な本格派のそのストーブ入れて、ロウリュしても壊れない、もうストーブ入れて、であとやっぱ水風呂が冬はいいんですよ。水勝手に冷たいの来るんで、でも問題は夏なんですよ。だからサウナ屋って結局夏なんですよね。進化が問われるっていうか、本気出してるかどうかってバレるんですよ、夏に。水を冷たくする機械知らない。そうだからそれをケチった場合、冬は冷たいんですよ。で秋も春もごまかせるんですよ。ただ夏にバレるんですよ。25度ぐらい超えちゃいますよね。超えちゃう。水道水で28度とか超えちゃうので、もうそこでバレちゃうんですよね。なるほど。そこでもう本気のちゃんとガツンと入れて、で水は冷たく、そんな大きい水風呂じゃなかったらそんなお金かかんないんですよ。チラって実はできるんで。なるほど。なるほどね。めっちゃ具体的ですね。具体的さもう全然なかったけど、シャープワン。めちゃくちゃサウナには力入れて、一番いいのは毎日サウナプロデュース。それプラス入れれると、そこも乗っかるんですね。とにかく毎日サウナが肝ですね。全ての。そこは避けられない。面識もないし、ビラにするんだったらでも10人ぐらい泊まれるといいですよね。だから合宿とかで使える。そうですね。だから10人10万だと1人当たり1万じゃないですか。だから広々使えるんですけど、寝室は多少狭くてもいいんで、結構いっぱいの人数が泊まれる方が。なるほどなるほど。確かに結構その土地選びというか、一応探したんですよ。なんかちょっと興味というか。でもやっぱいいところに土地がないし、物件もあんまり出てないというか、そのこだ立ってるやつもあんまなくて。そうですね。アットホーム1日何回見てます？岡村全部知ってますよ。週じゃあその不動産サイト大体週何回ぐらい？週ゼロ。じゃあ月何回？月1回とか。1回ですよね。それでないって言っちゃダメです。本当そう1日3回は見なきゃダメです。要は何が起きてるかっていうと、実はあるんですよ。実はこの1ヶ月内で2件出てるんですよ。ところがその海老名さんがここで見てるんですよ。もうここを聞かないとしたらここで出てるんですよ。でいい物件っていうのは出た30分後にもう掲載なくなってるんで、そこで海老名さん見てないわって言ってるんですよ。じゃなくてこう毎日見ることによってこうガガ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 ってここに当たるんですよ。ガガガガガってここに当たるんですよ。あるんですよ。なるほど。やる気ないとやめますね。やります。だから実はないことはなくて、なるほど、あるんですよ。ちょっといろいろ意識のね持ち方もちょっといろいろ考えなきゃいけないかもしれないですね。じゃあまずはアカウントを作ります。アカウントがないんですか？ないです。切れましたね。なんか切れたな。ちょっとぬるま湯っすね。いやこれからこれから知らなかったんですよ。やることいっぱい見えてきましたね。見えてきました。でも希望しかないですねこれ。もうポジティブな話です。でも結局は希望しかないと思います。業界は。まあ基本はやらないと。やらない。まあ大前提はやらないベースは始まるけど。やらないの次毎日サウナですもんね。頭パニックになります。でちょっともう1、2ヶ月勉強してからもう一度岡村さんの回答に話せるぐらいになんか知識とかもじゃなくて精神面なんですよ。精神面ですか。そうっすね。やらされてますよ。やらされてないですよ。
自分の意思。いややらさあのメガネにやらされてるわけじゃないです。じゃないです。心配になってきた。いや違います。なんか脅迫されてるとかそういうのじゃないですよ。やめてもいいですよマジで。いややりたいっす。じゃあ分かりました。じゃあちゃんと岡田さんにねいつかいい報告ができるようにまだ引き続きよろしくお願いします。